iPod クラシック。それは、Apple が出した最後のクリックホイールを搭載した iPod だった。2001年に初代 iPod を発表してから8年間、誰もが iPod と聞くと連想させるこのデザインを受け継いできたが、主力製品の iPhone で iPod の機能を全て賄えることによる自社内競合が発生し、2007年のマイナーチェンジを最後にディスコンになってしまった。しかし、最終モデルの発売から10年以上経過した今でも、中古商品で人気のある製品なのである。今回は、そんな iPod クラシックを一から作ってみようという企画である。はじめまして。七宮さんと書いて、七宮さんと申します。始まりから、とてつもなく暗くなりましたが、気を取り直して、iPod クラシックを一から作っていきましょう。と言っても、一からどうやって作るのと思いますが、中国の Amazon ことアリエクスプレスで、クラシックの部品が売っているので、そこから調達して新品じゃなくてリファービッシュ品を作っていきたいと思います。すべてのパーツが届きました。いろいろなショップから購入したのでバラバラに届き、毎日中国からの荷物が届く変な家になってました。これ全部売ってたん？さすがに細かすぎる部品は売ってなかったので、部屋にあった壊れた iPod クラシックから取り出した部品もあるで。一番入手が難しかったのは新品のハードディスクです。iPod クラシックには小型の 1.8 インチを用いていて、今では全く流通していません。せっかくなので 160GB を買おうと思ったのですが、七宮さんの財力では無理でした。諦めて 80GB のハードディスクを購入しました。ちなみに家の中を探したら 160GB と 60GB、40GB が見つかりましたが、160GB と 60GB は不良セクタがあったのでやめました。40GB は取り出すのが面倒なのでやめました。でも今組み上げるなら SD や SSD 用いて大容量化させた方がいいんちゃう？ SD や SSD じゃ意味がないんだよ。私がハードディスクにこだわる理由は、そう、この音です。この音がなかったら iPod クラシックではないんですよ。なるほどな。確かに SD や SSD 用いたらリファービッシュ品じゃなくて改装品になっちゃうしな。てか、そろそろ組み立て工程に入りますか。ということで、組み立てていきましょう。前置き長くてごめんな。まずはロジックボードです。見ていただくとわかるのですが、接着剤がべったりとついています。どう見ても新品じゃないやんけ。アリエクスプレスでよくあるリファービッシュを新品と言い張るセラーに引っかかりましたね。いや、これ中古品だろ。紛争するのも面倒だし、セラーを信じましょう。次はクリックホイールです。先ほどのロジックボードに接続していきます。パチッとな。接続完了です。超簡単ですね。次はフレームやな。フレームと基板をネジで固定します。これも簡単。ネジで留めるだけ。今のところ3歳児でもできる組み立てやな。猿でもできると思います。武器棒読みやめや。はい、固定完了です。次に進みます。次は LCD の取り付けですね。ブレキをぶっ刺すだけです。 LCD バックプレート取り付けてからな。最初取り付けずに進めて後々困ったのは内緒です。アイフィックスイットちゃんと見ろや。見ないのが七宮流です。だからよくブレーキ切るんだろ。前面の外装を取り付けます。クリックホイールはあらかじめ反対側に折り込んでおきましょう。一気に iPod らしくなるな。サイドの3箇所をネジで固定します。中華の部品の品質が悪いのか、全然ネジ穴が一致してなくて結構苦戦しました。どうせ互換品だろうし、しゃあない。はい、固定完了です。なんとか止まりました。次に使うのはバックパネルです。タピオカ映ってるやんけ。アップル様のマックスサイズタピオカがこ
こんなに綺麗に反射するのも新品ならではですね。美しきタピオカ。バックパネルにイヤホンジャックとホールドボタンを取り付けます。クラシックからバッテリー取ろうとすると毎回ブレーキ切るやつね。多分それを毎回やってるのは私だけだと思います。アイフィックスイットちゃんと見ろや。おい、盛大にフレームアウトしてるぞ。編集邪道にもならないので勘弁を。取り付け完了。時間はかかったものの簡単ですね。さ、次はバッテリーやな。その前に一工夫します。なんや、バッテリーを外す際にバッテリーにフレキがくっつかないようにセロハンテープでフレキをカバーします。フレキを大量に切った人から生まれる知恵やな。20歳になるまでに切ったフレキの量を見たら背筋が凍ると思います。貼り終わったのでバッテリーを取り付けていきます。取り付け簡単、取り外し困難。有機溶剤入れれば簡単に外れますけどね。アセトンと過酸化水素水を垂らせば外しやすくなるんやろ。バッテリーに穴が開いてたら家吹き飛ぶからやめなさい。紛争の始まりや。今頃セラーに紛争を仕掛けてどうするんや。そうこうしてるうちに取り付け終わりました。次に進みます。お次はハードディスク。ハードディスクなのですが面白いことに気がついてしまいました。私が昔から持ってるものと並べてみましょう。何か違和感を感じませんか？160MB があるってこと？違います。ラベルをよーく見てください。あ、企業ロゴがない。やっとこさ気がつきましたね。これって最近話題のリマーク品的なやつ？おそらく違うでしょう。ただのリファービッシュ品だと思います。あ、リファの HDD とかだと企業ロゴ消してオリジナルロゴつけてるところあったな。マーシャルとか。それ以上はやめなさい。1.8 インチなんてとっくに生産終了されてるので整備されてるだけマシと思うべきです。それなら秋葉にも売ってたやんけ。マーシャルのセラーの新品を信用した結果だよ。あ、ささっと取り付けていくよ。そういえばこのクッション的なものはどこで入手したんや？さっきのリンゴロゴ入りの 160GB についてたのを流用です。さすがにありでも売ってなかったか？さすがになかったです。別なもので代用する案もありましたが発掘したので流用していきます。ここもつなげるだけやな。パチッとな。ちゃんと衝撃吸収のゴムのつけないかな。はい、ハードディスクの接続完了です。もう終盤に差し掛かってますね。あとはイヤホンジャック類のフレキとバッテリーを接続するだけだな。クラシックのリビルドはめちゃくちゃ簡単ですね。ここも手が滑ってフレキを切らないようにしましょうね。言うことなくなったらすぐにフレキの話題を出す。私の唯一の得意技ですから。よし、接続完了。蓋を閉めれば完成ですがその前に OS のインストールと動作確認を行いましょう。開けるのは地獄だからな。5.5 世代のバックパネルを何度も開けてきたのでもうやりたくないです。そういや肝心の OS はどうやって入れるんや？ロジックコードに含まれているソフトウェアでリカバリーモードにしてくれるので PC に接続して iTunes にて復元を行うだけです。復元する際に HDD の型番違う手とか怒られたりしないんか？スマートで HDD の情報を読み取ることは可能なので Apple がソフトウェアで制限することはいくらでも可能です。ただそれをしてないってことは実質的に感想は黙認していると捉えていいでしょう。復元完了です。一瞬で終わりましたね。試しに音楽を放り込んでみるか。同期も問題なくできましたね。あとは本体がちゃんと動いてくれれば良いのですが。日本語を選択とクリックホイールは問題ないですね。情報を見てみましょう。ちゃんと 80GB 認識してるな。同期した音楽を流してみます。ちゃんと流れました。
だね。有線スピーカーなかったんかよ。あるけど、面倒だったので。動作確認ができたので、最後に蓋をします。蓋するときには、HDD とバッテリーの位置を注意だな。しっかりとはまりました。成功です。一番最後に、液晶のフィルム剥がして終了。世界一、綺麗な iPod クラシックが出来上がりました。工程を見ていただけたらわかると思いますが、非常に簡単なので、暇があったらリビルトに挑戦してみてください。あ、確認してませんでしたが、ポールとスイッチも問題なく動作しました。コロナウイルスの影響で、在宅勤務や外出自粛で、自由な時間が増え、退屈になっている方もいらっしゃると思います。おうち時間の一つの楽しみとしてやってみるのはいかがでしょうか。あ、最後に、今回の企画を、一足早く Twitter にアップしたのですが、なぜかバズりました。この動画を編集している、5月10日16時現在で、約6000リツイートと2万件近くのいいねをいただきました。本当にありがとうございます。おかげさまで、趣味アカウントが、親や友人にバレました。何か隠してるわけでもないのでいいのですが、ごちゃんのスレまで立ってて笑ったわ。ごちゃんには、無駄すぎ。別のことに時間使えよ。とか書かれてたけどな。ごちゃんに張り付いてそんなこと書いてる時間が一番無駄です。マジで紛争始まるから、その辺にしとこうや。それはともかく。最後までご視聴ありがとうございました。そういえば総額はいくらだったん？忘れてました。総額は18,584円でした。エンターテインメントを含めているのでかなり安いと思います。まあ、安いな。次のリビルト企画も計画してるので、お楽しみに。